おはようございます。花丸です。今回はこの ZZR1100 をレストアしていこうと思います。はい。この ZZR はですね、約5年ほどを、屋内で保管していたんですけど、それでもこのようにですね、タンクの中は錆だらけになっておりました。ということでね、まずは錆を取っていきます。タンクの錆を落とすのはですね、花咲 G のタンククリーナーを使いました。これを、20倍ぐらいですかね、薄めて1週間放置しておきました。はい。で、これがですね、1週間放置した後のタンクの中になります。パッと見はね、綺麗なんですけど、これタンクの裏側になるんですけど、ちょっとね、見づらくて申し訳ないんですけど、裏から見るとですね、まだちょこちょこと錆があったんで、もう一回つけ置きして1週間ほど経ってから水洗いしました。水洗いもですね、30回ぐらいはしたんですけど、まだね、ちょこちょこと出てきたんで、最終的にはね、燃料フィルターを追加して、処理しました。めちゃめちゃ漏れる。はい。今ですね、エンジンがかからない状態なんですけど、この症状はですね、結局最後までわからなかったんですけど、かかるときはですね、すんなり一発でバーンってかかるんですけども、かからなくなるとこんな感じで、しばらくかかんないんですよね。で、この時にですね、プラグを4本外して4本とも見てみたんですけど、4本とも火花が飛んでなかったんですよね。で、このイグナイターにつながってるカプラーをですね、接点復活剤を塗って、抜き差ししてたらかかるようになったんで、おそらくそこの接触不良なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
はい、続いてはですね、このフロントのカール、カール類のですね、補修をしていこうと思います。現状はですね、このように、そこら中バキバキに割れていますし、ひびもそこら中に入っている状態。このような感じですね。これを補修していきます。新品とか中古を買うとですね、普通に、安くても2万ぐらいはするんで、今回はちょっとね、プラリペを使って、補修していこうと思います。うん。よし。よし。あれだ。はい、続いてなんですけど、ウインカーを固定するステーっていうんですかね。これがね、完全に折れちゃってるんで、これを復元していくんですけど、今回の作業でですね、ここを復元するのが一番時間がかかったのと一番難しかったです。あまり居心地が良くないかも。子供、若者の孤立は深刻な問題です。はい。で、今、ちょっとね、自慢げに見せてたと思うんですけど、これっていうのはですね、左右逆になるんで、いくらあっちで綺麗に型を取ろうがですね、逆側につけると逆向きになっちゃうんで、これはね、どうしても無理やなと思いました。でもですね、なんとか、型をですね、切ったりして復元していきました。はい。で、今、その作業の続きをやっているところなんですけど、一緒の作業をですね、やる方が、万が一いられたらですね、今のやり方はしない方がいいと思います。今思うとですね、一番いいやり方っていうのはですね、このウインカーをここにつけた状態でですね、FRP か何かで、固定用の爪を作って、で、それをウインカーを取り付けた状態で FRP で固定するっていうのは多分ね、一番確実で綺麗にできるやり方やったなと今思えば思います。はい。で、今ですね、テープやら何やらで固定してプラリピア流した状態がこの状態です。
はい、続いてなんですけど、こちらはですね、ウインカーステのところですね、もう完全に欠けてたところを、また型を取って、プラリペアを流したところです。うわ。続いてはですね、そこら中にあるこのひびですね、ひびを今直していっているところです。こちらをですね、リューターを使って、このひびの、なってるところに、貝先みたいな感じでですね、ちょっと広げてあげて、そこにプラリペアを流して、で、最後にですね、そこに電熱ピンで補強というようなやり方でやっていっております。こちらはドレンプラグですね。ドレンプラグはなんかネジロック剤されてて、ちょっとね、外しづらいんですけど、インパクトで緩めて、ちょっとね、インパクトで取れなかったんで、今こういう風に取ってるんですけど、これで無事取れました。はい、で、これがインナーチューブですね。インナーチューブの下と上にメタルがついてるんですけどね、上側のメタルが結構もう色あせてたんで、今回は上側のメタルだけ交換することにしました。さあ、そしてですね、チェーンの交換をしていっているところです。本当はですね、スプロケット前と後ろも交換するのが、セオリーかと思われるんですけど、
チェーンを外して、点検してみたんですけど、別にね、そこまで減ってなかったんで、今回はスプロケットは再利用して、チェーンだけ交換しました。はい。で、こちらもですね、プラリペアを使って補修していきます。こちらもですね、型を取って、その型に合わせて、プラリペアを流し込んでいってるところなんですけど、さっきも言ったんですけど、左右逆になるんですよね、これやると。なんですけど、ここはですね、この上下だけ逆になるんで、リューターで削って形を整えて、こちらは綺麗にできました。はい、ということで、これでウインカーステ周りが完了です。ウインカーステはですね、もっと綺麗にできればですね、こんなにパテもいらなかったんですけど、仕方ないですね。
続いてはですね、ローダウンになります。ちょっとね、足つきを良くするためにローダウンにしました。で、このローダウンサスのキットなんですけど、これはサスペンションではなくてですね、バルカンでいうところのリアルドロッパーって言ってですね、リンクのプレートっていうんですかね、あそこを交換するキットになります。2020年8月にメジャーデビュー。2023年にはテレビアニメ呪術廻戦のオープニングテーマとして起用された青質問で、ゾウの嗅覚が優れていて、土の中の1メートル下のリンゴの匂い、皆さんからの質問を受け付けておりますので、質問がある方。鈴鹿パーキングエリアスマートインター出口、名神高速は上下線の安八スマートインターの出口と入り口、東海環状道は両方向とも。
クアップさせていただいたりとかしてるんですけど、まだこの頃日曜日を意識してたんでしょうね。番組になりますように応援しておりますということでね。はい、ちょっと意地悪しましたね、今ね。これ多分長寿番組の間違いなのかもしれないですけどね、やり取りしていただいて、ね、メッセージで、なおかつ、はい、それではですね、サフが乾くまでの間にオイル漏れの修理をね、していきます。まずはここのシフトシャフトのシールと、バランサーシャフトのシールと、オイルラインっていうんですかね、ところのオイル漏れも全部パッキンやら変えて、オイル漏れを直します。シフトシャフトシール交換するのにですね、特殊工具が一つストレートさんから出てたんで、それを購入しました。こういうのはですね、やっぱ特殊工具持ってると作業が早く終わるんで、はい、買っておきました。買ったのはいいんですけどね、これ爪は入るんですけど、なんかね、本体を使って抜こうと思うと非常にやりづらい場所でですね、ちょっと今これボルトをですね、中に入れて、で、それを引っ張れば抜けるんじゃないかなと思って、ちょっとやっているところです。なんとかですね、本体が入る角度があったんで、これがいけると思って、この角度でしか入んないんですけど、これでやったらなんとか抜けました。お、来た。ああ。取れた。いらんよ。100均いかんの？
じゃあここ。はい。で、今見てもらったようにですね、ミラーのところがですね、一部濡れてない箇所があったんで、今、エアブラシで、補修してるんですけど、まあね、これちょっと初めてのエアブラシで、エアブラシ自体はタミヤのやつなんで全然悪くはないと思うんですけど、で、これ口径が 0.5 で、0.5 やとメタリックも拭けるっていう風に書いてあったんですけど、ちょっとね、やっぱこの感染ペイントのこのメタリック粒子が粗いでかわかんないんですけど、もう非常にね、出が悪くてですね、これは最終的に、まあ、空気圧はですね、1以下なんですけど、エアブラシって。まあ、これを2ぐらいまで上げたら、綺麗に拭けるようになりましたね。ちょっとこれは全然わからなかったですけど、まあ、最後は綺麗に塗れました。今、オイル漏れの跡があったと思うんですけど、多分っていうか、オイル漏れはですね、フロントフォークから漏れてました。で、このフロントフォークは、オーバーホールしたばっかなんですけどね、なんでか知らんけど、オイルが漏れてて、多分このオイルシール、今見てもらってると思うんですけど、ちょっとね、傷みたいなのが入ってるんで、まあちょっとね、叩き込むときにちょっと角度が悪かったかなと思ったんで、またこれは新品注文して、オーバーホールし直しました。
はい。一応これでね、文字ができたんですけど、この忍者ってところはね、まだ結構いい感じにできたんではないかなと思うんですけど、この川崎っていう文字がですね、なんか変なんですよね。やっぱ場所がおかしいんでしょうね。貼った。それとこの ZX11 もなんか、ダッサいですね。おかしいです。さあ、できました。どうでしょうかね。さっきよりかはだいぶマシになったレベルだと思いますね。文字の形だけでもこんだけ印象が変わりますね。あとはこの川崎の文字ですね。これも位置によってですね、なんか全然違うなと思いました。そこら辺ではやっぱセンスが大事なんかなと思います。さあ、クリアも塗り終えたということでですね、1週間ほど放置してから、またペーパーで、削り落とします。やっぱね、この文字を書いたところの段差がね、やっぱボコってなってるんで、そこをなくすために一回ペーパーで削って、フラットにします。で、最後にですね、もう一回クリアを塗って終わりっていう感じですね。なんじゃこれ。なんだこれ。もうね、ありえないぐらい弾けました。で、この弾いた原因なんですけど、脱脂するのに、なんかウエスを使ったんですよね。なんか棚の中にあった。で、そのウエスが、僕はちょっとね、新品かなと思ってるぐらい綺麗やったんで使ったんですけど、なんかね、はるか昔の記憶を辿っていくと、そのウエスで、洗車のワックスをかけた記憶があって、だから多分、液体ワックスを思いっきりそのウエスで塗ったやつで脱脂してたんで、もうね、なんか、脱脂してるんかワックスかけてるんかわけわからん状態になって、結果あのように弾いてしまったということになりました。で、こっからどうするかっていうとですね、もうシンナーで今拭いたクリアを全て落としていくという作業になります。で、このクリアもですね、2回目で気づいたんで、1回目じゃね、なんかわからなかったんですよ。なんでね、2回塗っちゃったんで、結構塗られてるんでね、取るのに2時間ぐらいかかりました。
今のですね、ちょっと謎の症状なんですけど、なんかね、やっぱサイドスタンドスイッチあたりが怪しいんかなと思って見たんですけど、サイドスタンドスイッチは普通に動くんで、大丈夫やったんですけど、なんかね、どうもこのサイドスタンドスイッチ自体がガタが出ててですね、このプラスのボルトをちょっとね、締め付けてみたらですね、治りました。けやもんな。お、素晴らしい。アクセルワイヤーとですね、チョークワイヤーには注油しておきます。で、この注油する油なんですけど、今まではね、ずっとエンジンオイルの廃油とか、あとフォークオイルとかを使ってですね、やってたんですけど、去年からワコーズのメンテルーブっていうのがね、いいっていうんで、ちょっとケチってた部分もあるんですけど、ちょっと試しに1本買ってみようということで、使ってみたんですけどね、これは本当に良かったですね。もうアクセルワイヤーとチョークワイヤーがね、びっくりするぐらい軽くなりましてね。あとこれいいところは、やっぱ中にね、浸透しやすいんで、非常にやりやすいです。で、最後にですね、エンジンガードをつけていくんですけど、これ、
僕ですね、裏側にナットが溶接されてるもんやと思ってたんですけど、これ、後ろナットが溶接されてないんでね、裏側からナットを押さえなきゃいけないんで、これはね、非常にめんどくさい案件ですね。で、こちらがマウントの後ろになるんですけど、こっから、指を突っ込んでナットを押さえなきゃいけないんですけど、本当にね、指一本入るような隙間もないぐらいぎゅうぎゅう詰めなんで、もうこれはオイルクーラーとラジエーターと外します。はい。で、今これちょっとね、中指にナットをマスキングテープでぐるぐる巻きにしてるんですけど、ここね、ソケットも入らないんですよね。何にも入らないんで、もう指で押さえるか、ネット見てるとなんかプラスドライバーの先っちょで押さえたりしてる人もいたんですけど、ちょっと僕はもうこれしか思いつかなかったんで、これでやってるんですけど、これでなんとかナットを押さえることができて、固定することができました。正直ですね、マフラーとかラジエーター外さなくても、このやり方やったら、ギリギリ、多分いけたんですけど、やっぱね、ない方が、作業は非常にしやすかったですね。今これマフラーとかを外しているところなんですけど、ここにラジエーターホースが1本あるんで、これついでなんでね、ラジエーターホースも全部新品にしておきました。はい、次にフルードを交換していくんですけど、こうやってね、レバーを握るとピュッピュッと跳ねてくるんで、これペットボトルの切れ端なんですけど、これを入れとくとですね、レバー握っても跳ね返りがなくなるんで、ちょっとプチおすすめですね。はい、ハンドルがね、これで取り付けが終わりました。このハンドルを切った時に、ギリギリのところで、干渉しないところで収めておきました。これね、外装を組み付けて本締めしたらですね、また割れました。もう嫌だ。はい、こちらがブレーキパッドの新旧比較になるんですけど、もうギリギリでしたね。で、ブレーキのタッチがめちゃめちゃ良くなりました、これ。はい、で、これが最後ですね。ガソリンタンクのキャップですね。このガソリンの鍵穴から走ってると、ガソリンがね、漏れてくるんですよね。なんでもう、パッキンだけとか出てないんで、もうそのまんま丸ごと交換しましたね。で、この鍵穴のシリンダーはついてないんで、移植します。
はい、ということでですね、ZZR1100 のレストアがこれで終わりになります。で、この後、車検に行ってですね、光量不足で LED ヘッドライトにだけ交換しました。で、最後にですね、このレストアにかかった費用なんですけど、まずですね、部品と材料代だけで約25万かかりました。で、車検と名義変更合わせて6万で、全部で31万かかりましたね。意外とかかりました。まあこのね、大部分はやっぱりねカスタムの方の費用で飛んでいきましたね。やっぱ塗装とローダウン、そこらが結構お金かかりましたね。はい、ということで今回は GGR1100 のレストアでした。次からですねスーパーカブも頑張ってやっていきます。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた。